Hey everyone, welcome to our new series. My name is Jethro, and I'll be your guide to show you the hidden places of Japan. The stories, the culture, the craftsmanship that not many visitors even know about. Today, we're in a place called Kagurazaka, which is in the heart of Tokyo, but still holds on to the spirit of old Edo. Along the way, we'll sit down with the people who keep these traditions alive and hear their incredible stories. Okay, let's go. ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません。じゃあこれから神楽坂をウォーキングするということでして、はい、ちょっと簡単に山田さんのちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。株式会社江戸神楽の山田と申します。神楽坂に25年住んでおりまして、神楽坂の文化体験を提供させていただいております。じゃあ早速、はい、はい、こちらは何でしょうか。はい、こちら熱海湯階段といいまして、この横が熱海湯という銭湯なんですけども、その横の階段ということで熱海湯階段という形です。はい、昔は芸者さんもこの銭湯を使ってまして、芸者小道という言い方もされます。非常に神楽坂としては非常にスポットとして有名な場所です。すごい趣がありますね。はい、こういった狭い道がやっぱり神楽坂の魅力の一つですね。はい。こちらが神楽坂の見番という建物でして、はい、芸者の派遣、あと稽古場ということになっております。築大体80年なんですけども、戦後すぐに建てられまして、今も現役で使っております。すごい長い歴史ですね。そうですね。あと日本の元総理大臣の田中角栄が建てたということでも知られている建物です。そうなんですね。こちらがかくれんぼ横丁と言います。かなり狭い通りなんですけども、はい、下には石畳が引かれておりまして、非常に風情がある通りになります。こういった路地って神楽坂の魅力の一つだと思うんですけど、はい、どういったところに魅力がありますか。そうですね。こちらまさに車も入れない道なんですけども、はいはい、やはり人のサイズといいますか、はい、人が歩くことに特化したような細い道なので、非常に街歩きという意味では非常に歩きやすいですし、趣もあるなと思いますね。確かに風情がありますよね。はい。これまたすごい路地ですね。そうですね。こちらも先ほどの熱海湯階段とともに、もしくはそれ以上の神楽坂のスポット、撮影スポットの一つなんですけども、はい、右手に料亭の雪本さんがありまして、はい、左手には物書き旅館だった若菜という旅館があります。今改装中なんですけども、はいはい、で料亭のこの雪本さんは芸者さんを呼べまして、芸者宴会をできると、海外の方も受け入れております。こちら兵庫横丁の狭い路地ですけども、800年ほど前からあると言われてまして、はい、神楽坂では一二を争う古い通りという形になります。その浅草とか京都とかと比べて神楽坂の魅力っていうのはどういったところにありますか。神楽坂の一番の魅力と私が思ってますのは、まずは観光地ではないということなんですね。京都や浅草は有名な観光地じゃないですか。神楽坂は観光地じゃないので、あんまり観光客が来てないです。で、今日もいろいろ回った歩いた中で、ほとんど観光客らしい人って見なかったと思うんですけども、確かにそうですね。はい、そこが非常に魅力的かなと。特に富裕層の旅行者の方々は、自分だけが知っている場所に行きたい、穴場に行きたいっていう思いがあると思うので、知られてないっていうだけではなくて、はい、先ほどのように歴史もありますし、文化もある、そういう中で知られてないので、いらっしゃった方はほぼ全てが、神楽坂来てよかった、なんでどうしてこんなに魅力的な街がまだ知られてないんだろうっていうことはおっしゃいますね。確かに。はい、はい、こちらの毘沙門天全国寺といいまして、もともとは徳川家康が、初代将軍徳川家康が、作ったと言われている寺です。でこちらが神楽坂に移ってきたのが200年ほど前なんですけども、こちらが移ってきたことによって神楽坂が発展したというように言われております。はい、と言いますのも、こちら商売の神様でして、かなり多くの参拝客が、商売繁盛ということで、やってきまして、それで神楽坂がどんどん発展していったというように言われています。すごい立派ですね。これがメインストリートですか。そうですね。こちら徳川三代将軍の家光が作った通りでして、
海外からのお客様にとって神楽坂ってどういったところに魅力を感じるんですかね。はい。神楽坂実は東京のど真ん中にあるんですね。で、その中でもまだまだほとんどの方に知られていないということで、もう言葉通り穴場の街かと思います。で、そこは他の観光地どこでも人混みで混雑するということで比べまして、神楽坂は本当に人があんまりいない。で、自分にとって非常に自分だけが招待されたような、そういう街に感じられるんじゃないかなと思いますし、そういうところが非常に評価されているのかなと。で、そういうことで、海外の方はほとんどの方がですね、よくこんなに東京のど真ん中なのに、こういう知られてない素晴らしい街が残ってたなと、本当に今の時代奇跡的なことだよねっていうことで、かなりご評価されています。We'll stroll through its winding back streets with local guide and try out a traditional woodblock printing at Takahashi Studio, a workshop with generations of history. じゃあすみません、本日はお時間いただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。すみません、簡単にちょっと自己紹介の方いただけますか。私どもこの工房はですね、江戸の安政年間、大体165年ぐらい前に、この仕事が始まりまして、今に続いておりまして、私がその6代目です。で、私どもはもともと江戸時代からはすり師、最後の頃すり上げるすり師として、なりわいを始めたんですけれども、先々代からはその、すり師と版元をお仕事としてやっております。はい、もう何年か前ですけど、大英博物館さんで北斎展、はい、で葛飾北斎っていう皆さんよくご存知のグレートウェーブって言われる、はい、波の絵ですね、はい、日本語のタイトルは富岳36景のうちの神奈川沖波浦というのが本タイトルですが、世界的にはグレートウェーブというタイトルで知られています。はい、その北斎の展覧会が、大英博物館さんで行われました時に、あちらからのオファーで講演と実演に来てくださいというお申し出をいただきましたので行ってまいりました。あちらの方はよくご存知、ヨーロッパの方はあの絵はよくご存知、はい、有名ですね。ヨーロッパのみならず世界中の方がご存知なんですが、ですからね、もう本当にね、たくさんの方がもう見に来てくださって、後ろの方は見えるのと思うほどその外国人の方が実際体験されて、一番浮世絵に対して驚かれるポイントとか、魅力に思われるポイントってどういうふうなところですか。はい、現在ではそのグレートウェーブは実際に職人がするのは非常に難しいんですが、それを、簡素化して簡単にして4色で体験していただいてますね。ですからその世界的な有名な絵をこんなふうに自分が作ることができたということで、本当にお喜びになってお帰りになられます。はい、ありがとうございます。完成です。楽しんでいただけました。はい、すごく楽しかったです。すみません、貴重なお時間ありがとうございました。とんでもないことです。すごいたくさんお土産もいただいて、貴重なお時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。And then step inside a traditional ryotei restaurant called Yukimoto, where we experience the art of geisha and Hokan performers live. すみません、本日はお時間いただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではすみません、簡単に自己紹介の方お願いいたします。はい、東京は神楽坂で料亭をしております雪本という料亭をしております女将の寺田あゆみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。神楽坂のこの花柳界というこの芸者さんがいる世界はですね、古く江戸時代からスタートしたと言われてるんですね。で、時代の移り変わりでだんだん芸者さんの役割っていうのは変わってきていると思いますが、要はお酒のお席で、お客様との間をお客様同士の間を取り持ったり、こう場を和やかにしたり華やかにしたりっていうような役割も今でも担っていると思います。そうなんですね。京都の芸者文化とその神楽坂の文化の大きな違いというか、神楽坂ならではの魅力っていうのはどういったところになりますか。似ているところももちろんたくさんあると思うんですけれども、神楽坂の特徴と言っていいかどうかわからないんですけれども、よくですね、非常に芸者衆のお姉さんたちが親切で優しい、海外のお客様には皆さんフランクというふうに
評価をいただいております。さあ準備が整いました。文化度の高い皆様にお送りいたします。世界の名画よりベルメール来ましたねこれね。ありがとうございます。So that was Kagurazaka, a place where centuries of traditions are still alive right here in modern Tokyo. If you enjoyed this video, please hit the subscribe button because we've got so many videos coming up. Until next time, see you soon. Bye.